ラジオ？放送？はい、今日集まっていただいたのは皆さんにラジオパーソナリティをお願いするためなんです。即断即決だけど、あんたは何をするのか分かって言ってんの？分かってなさそうね。ペコリーヌ様、ラジオというのは通信魔法の一種だったかと。ですが、パーソナリティ、聞き慣れない言葉でございますね。食べ物ではなさそうですが、どんなものなのでしょうか。コッコロちゃん、いい質問ですね。ラジオは広い地域に声を届ける通信魔法。パーソナリティっていうのはラジオで情報を伝える人のことです。実は少し前から王宮とギルド管理協会で協力して国営ラジオをお届けする準備をしてたんですよ。この度ようやく準備が整ったというわけです。普段はランドソルのいろんなニュースやグルメ案内、緊急時には避難情報のアナウンスなんかもできちゃう万能の通信魔法。やばいですね。ペコリーヌ、あんたちゃんと仕事してたのね。もうキャルちゃんたらちゃんとお仕事してますよ。ラジオの設備はクレジッタさんが頑張って手配してくれました。それで私たちトインクルウィッシュと美食殿のみんな、それにアルターメイデンのお三方ですね。リリ様、クリア様、そしてプレシア様です。はじめまして、アルターメイデンのリリと申します。まだまだ新米冒険者ですが、勇往邁進の心で修行しております。どうぞよろしくお願いいたします。トゥインクルウィッシュの皆様。クリアです。よろしくお願いします、皆さん。あれ、プレシアちゃん？ユイさんが気になるの？匂い、美味しさ。私？もしかしてさっきギルドハウスで料理したから？いい匂いがするのかもね。ユイは料理が得意なんだ。少し前に彼にも可愛いお弁当を作って手渡していたし、あの時はデザートがプリンだったらしいね。へえ、そうなんですね。よかったら今度一緒にお料理しませんか？リリちゃんもお兄さん好みの味を教わるいい機会かもですよ。それはユイ様、厚かましいとは重々承知しておりますが、今度お料理を見学させていただいても良いでしょうか？それはもちろん。私でよければぜひ。いいなあ、私も手伝うよ。バレンタインも近いし、チョコ作りなんかもいいんじゃない？なんならユイちゃんのお料理教室ラジオで流しちゃうとか。ひよりちゃん、明暗です。コッコロちゃんもお料理が得意ですし、美味しいものの情報も皆さんにお伝えしていきたいですね。私は聞き役に徹するつもりだよ。それでもいいなら。味見いっぱい。プレシアちゃん、お料理以外にもきっといろんな話題を発信するんですよ、こういう時って。ですよね、お兄さん。そうと決まれば早速準備していきますよ。ちょっとアホリーヌ、私はまだやるって言ってないんだけど。っていうか、国の事業だってのに報酬とかないの？ご心配なく。これはギルド管理協会からの正式な依頼です。ちゃんと
報酬もありますよ。もう契約書にサインもしてあります。こら、勝手にサインするんじゃないわよ。返事を聞いてからにしなさいよ。報酬が出るならとりあえずはいいけど。私も百節不当、皆様の足を引っ張らぬよう取り組ませていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。兄様、皆様。皆さんやる気ですね。じゃあ早速明日から15日間、題してランドセルアワーオンエアスタート。です。キャル様、マイク問題ないでしょうか？どうかしら。もう一回マイクテストしとく？にゃおーん、なんちゃって。あ、放送始まってまーす。嘘！そういうのは早く言いなさいよね。ペコリーヌ、タイトルコールよ。ランドセルの皆さん、こんにちは。繁華街から公開生放送、ランドセルアワーのお時間です。この番組はランドセルの様々な出来事をお知らせする、聞いてお得な情報番組でございます。どうぞ皆様、ごゆるりとお楽しみくださいまし。あんたたちからのお便りなんかもよく紹介していくわよ。キャル様、舌にお怪我はありませんか？よしでございます。さて、最初の話題でございます。まずは昨今行列の絶えない人気の喫茶店の話題です。オープンからそろそろ1年の喫茶店兼パイスフリューゲルのギルドハウス出張所、その名もラッシュカッツェ。あれ、ここってキャロちゃんの好きなお店ですよね。駄菓子も売ってる喫茶店なんだけど、猫が働いてて楽しいお店よ。ついつい通っちゃうのよね。テイクアウトもやってるし、配達も猫がしてるんですって。一時期はお客様に魔物まで紛れて大変だったそうでございますが、今は少し落ち着かれたとか。今日は新作メニューのご紹介ですね。どんなメニューですか？もしかして魔物料理とか？ワクワク。それが2つともドリンクでして、飲むと身長が伸びると話題のぐんぐんラテと、お金が儲かると噂のウハウハラテ1万ルピ。ウハウハなのは飲んだ方じゃなくて売ってる方でしょ。ドリンクで1万ルピってどういうことよ。また資金難なわけ？ジュルリー、美味しそうですね。身長が伸びたりお金が貯まるならやっぱり魔物入りかも。私たちも放送終わりに行ってみましょう。早速ゲテモノセンサー発動させてるんじゃないわよ。ランドソルアワースタート。リリー。緊張してろれつが。ですが、頑張らなくては皆様にご迷惑が。リリちゃん、思い出してください。私たちが本気でぶつかっていけば、観客は、リスナーは一番の味方です。そうでした。プロデューサー様に教わった大切なこと。ごきげんよう皆様。本日はアルターメイデンがお届けいたします。
どうぞよしなに。さて、今日の話題はレンジャー協会からのお知らせです。今期のレンジャー合宿参加者の募集が始まるそうです。なんでもとっても厳しくて有名なんだとか。レンジャーアニマルを同伴するコースもあるようですから、詳細はお問い合わせくださいね。ギルド管理協会にもパンフレットをご用意しております。兄様もレンジャー資格をお持ちでいらっしゃいますよね。コッコロ様やしおり様と取得されたとか。その時はふわふわの兄様もいらっしゃったとお聞きしたのですが。ワンワンの兄様？それはさぞ威風凛々とされたお姿だったのでしょうね。私もお会いしてみとうございます。それにしても脱走者が出るくらいの訓練ってお兄さんも大変でしたか？さすがです兄様。観南深苦の厳しい合宿でさえ笑顔でこなしてしまわれるのですね。私も同じ合宿に参加し、自己研鑽に励ませていただきたいです。強くなれる？ハッピーちゃんも。リアさん、プレシアさん、今期の合宿一緒に申し込みませんか？3人で先進バンクのカリキュラムを乗り越え、兄様に少しでも追随を。お兄、レンジャー、教えて。2人とも、生放送中ですよ。お兄様、生放送中。みんな聞こえるかな？知って得する情報がいっぱい。ランドソルアワー始まるよー。本日お送りするのは私たちトゥインクルウィッシュです。よろしくお願いします。さて、挨拶はこれくらいにして、みんなも気になっているだろう今日のトピックに移ろう。ひより。今日のニュースは何と言ってもこれ。ランドソル中心部でフリーマーケットが開催されるんだって。聞いたことがあるよ。なんでもランドソル中から名品珍品が揃う大規模な市場なんだってね。そうそう。前回のフリーマーケットで珍しかったのは宝の地図とネズ耳。ネズ耳ってなんだろう。私の耳みたいなのかな。ネズ耳は東国の方にある根津神宮の巫女さんが作った特別な品らしい。なるほど。いろいろなものがジャンル問わず売っているのがフリーマーケットの面白さだね。今年はどんなものが売られてるのか気になってきちゃうね。いろんな珍しいものがあるんだろうな。ねえ、みんなで行ってみない？いいねいいね。さて、ここでアンケートです。フリーマーケットで買うなら宝の地図とネズ耳、どっちがいい？宝の地図？ネズ耳？両方かな。みんなで一緒にまた冒険がしたいし、だけど騎士くんのネズ耳姿も見てみたいし、全然面白いこと言えてない。二人とも返しに困ってるよね。ごめんなさい、ごめんなさい。ゆいちゃん、その気持ちすごくわかるよ。絶対両方だよね。よーし、ネズ耳つけて宝の地図持ってみんなで冒険に行こう。ああ、力を合わせて一緒に冒険してこそ私たちトゥインクルウィッシュだ。ネズ耳もち
ちょっと気恥ずかしいけど。今年もたくさん冒険しようね。みんなもフリーマーケットで何が欲しいかお便りくれたら嬉しいな。ランドセルアワーでした。なんと、この番組に初めてお便りを頂戴しました。ご紹介します。ラジオネーム、美しすぎる僕様からでございます。渓谷の美しさを持つ僕のことをどうか助けてほしい。持って生まれた美ゆえの苦悩。凡人には分かってもらうことは難しいかもしれないけれど、魔物すら虜にするこの美しさを世界に広めるため、さらなる美を追求するために協力をしてくれないかな。僕の美を永久に残し、そして全ての人々に届けるためにできることは一体何だろう。尺の都合でそこからカットで。都合により以降省略させていただきます。さて、どう思われますか、リリ様。ラジオネーム、美しすぎる僕様は形成渓谷の美しさをお持ちなのですね。様々な鍛錬で美しさを維持していらっしゃるのでしょう。まるで雪様のようです。自らの美しさを永久不滅のものになさろうという大胆なお考えの裏に、どなたかの助けを必要としている切実な願いも感じられます。きっと苦労なされているのでしょうね。ですが、どうか自信を持って。リリー、あんたちょっと深刻に考えすぎじゃない？そりゃちょっとくらいは苦労してるかもしれないけど。ですが、ご本人は本気で悩んでいらっしゃるのかと。一緒に解決策を考えて差し上げましょう。はい。すべては悩めるリスナー様のため、及ばずながら共に知恵を尽くすことができればと。そうは言っても、このお便りにしてあげられることなんてせいぜいツッコミを入れてやるくらいしかできないわよ。どないやねんとか。ツッコミと申しますと、エリザベス・パークの真昼様がおっしゃっておられたお笑いに欠かせない大切なお仕事ですね。では僭越ながら、どないやねん。これでよろしいのでしょうか。やれとは言ってないわよ。てか意味分かってないのにやらないの。はい。やはり未熟者の私では美しすぎる僕様にしてあげられることはないということでしょうか。リリ様、そのようなことはございません。私たちの心を必ずや美しすぎる僕様に届けましょう。さあ、私と一緒にどないやねんです。どないやねんでございます。カラスケ、なんであんたまでやってんのよ。さあ、キャル様もご一緒に美しすぎる僕様のことを思いながらどないやねん。じゃじゃーん、大間の漁協から立派なトゥンネスをいただいちゃいました。島クジラの事件で大変な時もありましたけど、今年も大漁だそうです。ペコリーナちゃん、ラジオでじゃじゃーんって見せてもリスナーさんには見えないよ。そうでしたでもすっごく美味しそうですよ。今日はスタジオで実食して食リポやっちゃいます。いける。
おお、プレシアちゃん、いい食べっぷりです。私も負けませんよ。もぐもぐ。ああ、二人とも食べるばっかりじゃなくて食リポをって聞いてない。ゆいさん、バツナギに代理で食リポお願いします。私どうしよう。やるしかないよね。よーし。すごい、とっても美味しい。口当たりはさっぱりしてるのに味はすっごく濃厚だよ。スーッと口の中でとろけてく。お刺身もとってもいいけど、赤身のところはちょっといい油とハーブでボイル煮にしたらすごく合いそう。油の少なめのところは唐揚げにしてもヘルシーでいいな。岸君はどっちが好みかな。あれ、お二人ともどうしたの？いえ、ゆいちゃんの話を聞いてたら、もっと食べたくなっちゃいました。もぐもぐもぐ。また食べ始めちゃった。というか、あんなに大きかったトゥンヌスがどんどんちっちゃくなって。食リポ2本目お願いします。お醤油ください。スタジオを飛び出してリゾートホテルから生放送だよ。人気の高級リゾートにつきものなのは。今日は特別企画、心霊もの。心霊ものって夏にやる企画じゃないのか？少し気が早いような気がするけど。すごく綺麗なリゾートですけど、何か曰くがあるんですか？ああ、なんでもこのリゾート、幽霊が出ることで有名だとか。去年の夏は怪現象がたくさん起きて大騒ぎだったらしい。なんでも怪しげなうめき声とかポルターガイストとか。そんなこと聞いたら背中がゾクッてしてきたよ。心霊企画って何するの？もちろん百物語さ。私たちでリスナーから寄せられた怖い話をしていくんだ。100話目になった時、何かが起こると言われているよ。何かが？大丈夫なんでしょうか？私、怖すぎるのはちょっと。あくまで迷信だよ。じゃあ早速始めようか。そして扉の向こうの男は言うんだ。いいか、よく聞け。俺は死んでない。死んだのは今お前の後ろにいるみんなの方なんだと。レイさん、その話怖すぎるよ。そうですね。今晩から一人で夜眠れないかもです。プレシアちゃんにハッピーちゃんを貸してもらおう。ごめん。駆け足で100まで話してみたけど何も起きないね。そうですね。やっぱり姉さんの言う通り、迷信は迷信ですかね。ほんと笑っちゃうね。迷信にあんなにびっくりしてたなんて。ああ。ところで今笑ったの誰だい？
魔法学園生徒募集。補足するわね。今この公開録音の見学に天学アンブローズ魔法学園のクラスメートたちが来てるの。だから特別に天学の宣伝をしてあげるってわけ。おバカも魔力の少ないやつもいいやつもいけすかないやつもいたけど、楽しい学校だったわ。担任もバーサーカーかと思ったけど、ちゃんと魔法使いだったしね。青春したいやつがいたら行ってみるといいんじゃない？制服もまだ選べるらしいわよ。キャラちゃん、学校に通ってたの？いいなぁ。私も知りたい、知りたい。学食行きたい。ちょっと台本にないこと聞いてくるんじゃないわよ。古本でもそうね、楽しかったわよ。急に魔物が出てきたりしたけど、いい思い出もたくさんあるし。そうなんだ。じゃあ一番楽しかった思い出は？一番思い出に残ってるのがこいつとの制服デート。なんて言えるかバカ。修学旅行かしらね。みんなで大江戸に行けて楽しかったわ。いいよね、修学旅行って。他にはあとはスズナたちとのお泊まり会とか、勉強会のつもりがほぼパジャマパーティーだったのよね。お友達とお泊まり会？聞いただけでワクワクしちゃうよ。まあね、騒がしい日々だったけど、今思えばいい思い出だわ。キャル、勉強。勉強？してないの？してたわよ。ちゃんと勉強して充実してたっての。私は首席だったんだから。遊びまくる青春もまた学生時代ってやつだよね。励まさなくてもいいわよ。本当にしてたんだからね。サラサリアのバザールから仕入れた品の販売がサレンディア宮御院で始まったそうでございます。摩訶不思議な品もたくさんあるとか。皆様ぜひお出かけくださいね。宮御院特製の美味しいクッキーなどもあるようですよ。遠い砂漠の国なんてロマンチックだね、騎士くん。大きなお城に砂漠の中のオアジス、きっと素敵なところなんだろうな。お兄さんは行ったことあるんですよね、サラサリア。どんなところでしたか？人々が行き交うバザールの喧騒が思い浮かぶようですね。砂漠では魔物の魚釣りをするのでございますか？レイちゃんが聞いたら釣りに挑戦したくなるかもしれないね。私はお料理やお菓子が気になるな。どんな食べ物があるんだろう。魔物の魚釣りがあるくらいでございますから、ペコリーヌ様もきっと行きたいとおっしゃるように思いますね。主様、その時は私も同行させてくださいまし。でもサラサリアってどうなさいましたか、クリア様？頬が少々赤いようです。お熱でしょうか？サラサリアの服ってとっても綺麗なんだけど、とっても肌が出るんですよね。昼にはきっとこ
心の準備が必要だなって。なるほど。暑い国ですから合理的に熱を逃がす構造なのかもしれませんね。岸君はそういう服、そうなの？岸君がそう言うならちょっと興味あるかも。そういえばリリたちアルターメイデンはいろんなギルドのお手伝いをしてるそうだね。はい。兄様のご指導のもと、皆様のお手伝いをさせていただいています。お役に立てているかはまだわからないのですが。それじゃあ私からも一つ手伝いをお願いしてもいいかい？私にできることがありましたら喜んで。ですが、一体何をすればよろしいのでしょうか？彼の剣術修行の手伝いかな。最近あまり手合わせする時間がなかったから久しぶりだ。きっと上達してるんだろう？それは君次第だね。どれだけ上達したか見るのが楽しみだ。つまりレイ様が兄様の剣術指南役を？つまり兄様のお師匠様なのですか？師匠と呼ばれるほどのことはしてないよ。ただ時間がある時に教えてるだけで。そんな、いわば師の師とも知らずに気軽に名前を呼ぶなど失敬千万でした。大変申し訳ありません。これからは大師匠様と呼ばせていただければと。だから師匠じゃないって。では兄様の師ということで大姉様と？ちょっとそれは大げさだから普通に名前で呼んでほしい。と他にも依頼を募集してみたらどうかな。ラジオを聞いているみんなからもきっとお手伝い依頼があるはずだよ。なるほど。さすが大姉様ですね。顔面不霊の私どもがお手伝いできることがありましたらぜひお便りをお寄せくださいませ。兄様の剣術修行のお手伝いも誠心誠意尽くします。今日もランドセルアワー公開収録でお届けしちゃうよ。の前に迷子のお知らせです。白い服を着た8歳くらいの男の子をお預かりしてます。親御さんは公開収録ブースまで迎えに来てね。よしよし、大丈夫ですよ。すぐにお家の人が迎えに来てくれますからね。実は去年のクリスマスに赤ちゃんを保護したんです。その時のことを思い出しますね。クレジッタさん、赤ちゃんにすごく懐かれてて。そうだったんだ。会場を走り回るクレジッタさんの姿何度か見かけたけど赤ちゃんの保護までしてたんだね。はい、このラジオの準備も頑張ってくれましたし、とっても頼りになるんです。お母困りましたね。不安ですよね。なるほど、公開収録見に来てくれてたんだもんね。せっかくだから見るだけじゃなくて参加してみよう。手伝ってくれるかな？僕が？うん、お手伝い頑張る。おお、いいですね。
それじゃあ今日は4人でお送りしますね。それじゃあ一緒にランドソルアワー始まるよニュース差し込みで。はい。今入ったニュースでございます。プリコネフェス2024が開催されます。今年もとても楽しいイベントになるでしょう。皆様に楽しんでいただけることを願っております。なんだかお正月のようなワクワク感でございます。皆様、ぜひご覧くださいまし。今日もランドソルアワー公開収録でお届けしちゃうよ。の前に迷子のお知らせです。白い服を着た8歳くらいの男の子をお預かりしてます。親御さんは公開収録ブースまで迎えに来てね。よしよし、大丈夫ですよ。すぐにお家の人が迎えに来てくれますからね。実は去年のクリスマスに赤ちゃんを保護したんです。その時のことを思い出しますね。クレジッタさん、赤ちゃんにすごく懐かれてて。そうだったんだ。会場を走り回るクレジッタさんの姿何度か見かけたけど、赤ちゃんの保護までしてたんだね。はい、このラジオの準備も頑張ってくれましたし、とっても頼りになるんです。お母さん、困りましたね。不安ですよね。なるほど、公開収録見に来てくれてたんだもんね。せっかくだから見るだけじゃなくて参加してみよう。手伝ってくれるかな？僕が？うん、お手伝い頑張る。おお、いいですね。それじゃあ今日は4人でお送りしますね。それじゃあ一緒にランドソルアワー始まるよ。ニュース差し込みで。はい。今入ったニュースでございます。プリコネフェス2024が開催されます。今年もとても楽しいイベントになるでしょう。皆様に楽しんでいただけることを願っております。なんだかお正月のようなワクワク感でございます。皆様、ぜひご覧くださいまし。空にも満天の星々が輝き始めましたね。この季節は空気が澄んでいて星がよく見えるそうでございます。流れ星。本当ですか？ああ、お願い事をするには一足遅かったようですね。もう何も見えません。代わりにお祈りしたよ。さすがプレシア様でございます。何をお祈りなさったのですか？ご飯、おいしいの。それはプレシア様らしいですね。明日また、おいしいご飯が食べられるでしょう。うん。そう。流れ星といえば、去年の大晦日は隕石が降ってまいりましたね。ランドソル、ピンチ。ええ。ランドソルが窮地に見舞われることは多々ございましたが、まさか巨大隕石とは。しかし、主様たちのご活躍もあって、巨大隕石は粉々に砕け散ったとのこと。平和にお餅を食べられたのは、すべて主様たちのおかげですね。巨大お餅、シュル。プレシア様？
どうされたのですか？お祈り、変更。巨大お餅、降ってきますように。巨大なお餅ですか。地表がベトベトになってしまいますね。それはそれでランドソルの危機です。おやめくださいまし。大丈夫。食べる。世界、救う。自ら世界の危機を作り、自ら世界の危機を救う。それはいわゆる自作自演なのでは、プレシア様。楽しみ。では、本日はこの辺にいたしましょう。ランドソルアワーでございました。はーい、お疲れ様。みんなに素敵な夢を届けるランドソルアワーのお時間よ。まずトップニュースはこれ。プリコネフェス、今年も大好評みたいで、私も安心したわ。今度は私も企画から参加させなさいよね。アメス様の夢体験コーナーとか、アメス様のドリームオンステージとか、いいアイデアでしょ？何よ3人とも黙り込んじゃって。さては私のトーク力についてこれないのね。それもあるかな。でも、どっちかっていうと、フィオちゃんがいきなり出てきたからびっくりしちゃったって方が強いけど。ああ、そうだね。フィオ、どうして君がラジオに？あら？これでもこのラジオ放送に協力してんのよ？フィオちゃんがこのラジオに？まあね。と言っても通信魔法の技術協力だけだけど。でも関係者なのは確かなんだから、ちょっとは喋らせなさい。次はアメスさん、喋りすぎてるので巻きでお願いします。まだ全然喋ってないのに。あと3時間は喋りたいわ。ラジオって時間が決まってるから思ったより喋れないんだよね。そういうわけでフィオ、マイクをこっちに。もっと喋りたいんだけど。フィオちゃん、おしゃべり好きは相変わらずだね。やっほー、再び登場アメス様よ。今日はディレクターにたっぷり時間をもらったから喋り倒すわよ。アメスさん、たっぷりというほどでは。もう分かってるわよ。たっぷりさっくり適度にいい感じにやればいいんでしょ。たまにはこういうところでゆっくり話したいじゃない。最近みんな冒険や修行に出ちゃって私のこと構ってくれないんだもん。毎日仕事、ずーっと仕事、塔の上で座りっぱなし。ねえねえ、そんな私に何か言うことない？どういたしまして。そうあっさり言われるとちょっと拗ねてた自分がバカみたいに思えてくるわね。あんたたちの使命もわかるからいいんだけどね。だから私も頑張ってるんだし。ごめんね、一人で勝手に拗ねちゃって。最近出番がなくて寂しかったのよね。新しい世界での冒険応援してるからね。バシッと決めてきちゃいなさい。でもたまにはお土産とか持って顔出してよね。いい？約束だからね。
アメスさん、そろそろ。もう分かってるわよ。今日はおしまいってことで。じゃあね、バイバーイ。それでですね、ランドソルのおにぎりグルメ堂々の第1位は、待ちなさい、ペコリーヌ。2位も3位もまだ紹介してないでしょうが。騎士くん、来てくれたんだ。何か用？ラジオ聞いたって、私は外には行けないよ。それに楽しいとも思えないし。でもそうね、騎士くんが好きっていうもののことはちょっとだけなら聞いてもいいかも。騎士くんが頑張ってお手伝いしてるっていうのは知ってるよ。声もちょっと聞こえてた。最後まで頑張って。私ができるのかな。騎士くんが言うなら。今はまだ無理だよ。だから私はここで聞いてるね。でもいつか。さてさて、大注目のランドソルお肉グルメ第1位は、だからいきなり1位を紹介すんな。おいしそう。皆さんこんにちは。ランドセルアワーも本日が最終回。名残惜しいですけど、最後まで盛り上げていきましょうね。はい、僭越ながら私が最後のトピックを読み上げさせていただきます。プリンセスコネクトリダイブ祝6周年？もっと声張ってくださプリンセスコネクトリダイブ祝6周い。もっと大勢で。プリンセスコネクトリダイブ祝6周年。オッケーです。うわー、なんだかすごくおめでたそう。ところでどういう意味？いえ、私もそれがよくわからなくて。ペコリーナ様はご存知ですか？いえ、全然。でもいいんじゃないですか。最後明るい話題で終われましたし。それもそうですね。最初はどうなるかと思いましたが、今はやりきった気持ちです。そうだね。ラジオパーソナリティも悪くなかったよ。みんなの話もたくさん聞けたしね。短い間でしたが、いい思い出がたくさんですね。リスナーの皆さんも聞いてくれてありがとうございました。国営ラジオ試験放送、通称ランドソルアワー、無事終了。お疲れ様でした。収録終わったんだから、もうそっち側にいなくていいんじゃない？カリンリー。では、失礼して。本当に皆さん、お疲れ様でした。とてもいい番組ができましたね。はい。最後は
多くのリスナー様が詰めかけてくださってとても嬉しく思いました。主様の名アシスタントぶりは皆様の胸に刻まれているでしょう。確かにいいアシスタントさんだったよね。何度も助けられちゃった。ありがとうね、ギシ君。さすがお兄。お兄さんに褒めてもらっちゃった。やってよかったです。皆さんにそう言ってもらえるなら企画してよかったです。また何かやるのもいいですね、ペコリーヌさん。はい、ラジオは終わっちゃいましたけど、これからもみんな一緒にいろんなことに挑戦していきましょう。それではラジオの終了とこれからの私たちの未来に